海外では未成年者の SNS 禁止が活発化されていますが、日本だと昔ならば今の一面の問題、さらには一昨年旭川で女子高生が関与された事件をもとにスマホごと所持使用を禁止するようなことになるんじゃないかという想像がつきました。今の日本だとどこまでなりきるかな。僕も子供の SNS 禁止の派閥ですよ。今のニコニコ動画知らないんですけど、僕ニコニコ動画をやってる時に、ユーザー同士に連絡を取れる機能を入れるべきではないというのを固くねに言ってた派なんですよ。メッセージ機能みたいなのが割と SNS 的なので、ウプ主とコメントしてる人とかが連絡できるような機能があった方がいいよねみたいなちょこちょこあったんですけど、それをやってしまうとやっぱり未成年と連絡を取れてしまうっていうの可能性があるので、なのでそれはよろしくないよねっていうのがあって、僕は堅くなに入れてなかったんですよ。今は知らないですけど。っていうので、やっぱり未成年と連絡が取れるツールを提供するというのは、僕はやるべきではないと思うし、法律で規制できるならした方がいいと思ってるんですよ。じゃあ仮に僕が10代の男の子とエロいことをしたいと思っているおじさんだとします。なんかじゃあ、ポケモンカードをオークションかなんかで適当にいっぱい買って、ポケモンカードいっぱい余ってるから欲しいんだったら取りに来てみたいなのを10代のツイッターやってる子たちに無差別に大量に送ります。大量に送ると、やっぱり何人かはポケモンカード欲しいっていうので返事来ると思うんですよね。任天堂スイッチ2にしよう。任天堂スイッチ2を並べてる写真っていうのをドーンって載せて、うち問屋やってて余ってんだけど、売るとなんかちょっといろいろ問題があるから配ろうと思ってるんだけど欲しい人いるみたいなので言って、じゃあ取りに来いよって言って家呼びつけてとかってやっぱりできちゃうと思うんですよね。それができない子供もいると思うんですよ。そういうのは危ないと言って返事しない子供もいると思うんですけど、多分でも100人に送ったら10人は引っかかると思うんですよね。で、それが可能なツールっておかしくねっていう。そういうことはやっちゃダメですよねっていうふうに僕は思うんですよ。そういう機能を提供するべきではないし、そういう機能を合法にするべきでもないと僕は思うんですよ。で、オレオレ詐欺も似たようなもんなんだけど、大人なんだから、それは自分で判断しろよっていう。オレオレ詐欺で引っかかるのは、ある種、ご自身の責任もありますよね、あるんだけど、子供には基本責任がない派閥なので、子供がそういうのに引っかかってしまうようなものを合法にした親と大人の責任なんじゃないかなというふうに思ってるので、オーストラリアの14歳以下 SNS 禁止とかも僕は当然だと思うんですけどね。はい、SNS の普及によって容姿や経済の理想と現実のギャップに悩む人が多い気がします。例えば SNS は30歳時点で資産3000万円といけないといった意見が定期的にいます。また実際は30歳時点の資産平均値は1720万円、中央値は960万と中央値は3分の1分というのが理由です。こうしたギャップを防ぐためにも SNS の規制ある程度必要だと思うんですが、どう思いますか？いいえ。そもそも僕は SNS の規制はある程度子供たち向けはやった方がいいと思うんですけど、資産3000万ないといけないといった意見というのを真に受ける頭の悪い人を何とかすべきなんですよ。頭の悪い人が頭の悪い思い込みをするということが問題で、これは SNS の問題ではなく、頭の悪い思い込みをするような人をどう矯正していくのかというのを考えるべきなんですよ。頭の悪い人が間違ったことを思い込む。なので、間違ったことを思い込ませないようにしよう。もしくは、間違った思い込みがあったら、直せるようにしよう。ならわかるんですよ。でも、間違った思い込みをする人を直さずに、SNS を規制したとしても、テレビのメディアに今度は騙されるし、新聞とか雑誌に騙されるしっていうので、結局何かに騙され続けるんですよ。なので、人は騙されないようになりましょう。というのが多分正解で、そこをツールのせいにするというのは違うんじゃないかなと思います。SNS 規制の議論についてどう思いますか？ 2 チャンネルも活用させてこういった議論に設置されているリュクさんのご意見に期待です。海外のサバから継承しますとなれば、これは日本の規制も解決ちゃうし、Google、Facebook、X などがどう対応するんでしょうか？ローテがそもそも何に対する規制なのか、オールドメディアに嫌われてある感が少しします。日本の SNS というのが全て潰されて海外製になってしまいましたっていう現状だと思うんですよね。日本人というのは SNS は何とか規制しなきゃいけないよねっていうふうに日本のメディアとか政府というのは思うので、結果として日本人が営業している SNS はどんどん規制されてやりづらくなってしまって、Facebook とか Twitter とか YouTube とかっていうのが勝ってしまうっていう。ニコニコ動画っていうサイトを僕が運営してた時代があるんですけど、で、その時に日本のテレビ番組というのが上がった場合は、自主的に削除しますっていう申し出をせざるを得なかったんですよ。それをやらないと潰されるぞってことになったので、やったんですけど、YouTube ってテレビ番組上げ放題じゃないですか。テレビ
局が文句を言ったら仕方ねえなって削除するんですけど、でも削除される間の広告代って全部 YouTube に入ってるんですよね。なのでテレビ番組をアップロードして、YouTube はその広告こうバンバン見せて、YouTube はその利益を持っていくんですけど、日本のニコニコ動画は自分たちでテレビ番組があったら消さなきゃっていうので、目視で一生懸命消してるっていうので、もう勝ちようないんですよね。SNS っていうのは基本的に海外がやらなきゃ、海外がやる分には自由にやるけど、日本がやると不利だよねっていうのがあるので、なので海外企業にどんどん負けていくっていう構造なんじゃないかなと思いますけど、はい。ゆうきさんは X を含め SNS はどう使ってますか？情報収集とこういうのを書いたらどんな反応があるかなっていうのを知りたくて書いてるっていうのがありますね。日本でその反グローバリズムであると言ってる人たちが X とか YouTube を使っているんですよ。別になんか YouTube 見てるだけでお金払ってないよっていう人もいるんですけど、見ることによってそこで広告が流れて YouTube にお金が入るようになってるんですよ。これがニコニコ動画を見ていれば、ニコニコ動画という日本のサイトの広告が出て、日本の会社、角川に収益が入る。なので、本来グローバリズムというのを反対するのであれば、自分の国の企業のサービスを使った方がいいよねっていうのがまずありますと。グローバリズム反対と言ってる人の中に、X や YouTube というのはもう生活インフラなんだから、それを使うのは当然だよね。X とか YouTube を使わないというのがおかしいよねっていうのを反グローバリズムで言う人がいるんですよ。地球上に住む人間、先進国の人間は YouTube や X や TikTok を使うのは当然だよねっていう考え方は、多国籍企業の人が喉から手が出るくらい欲しい考え方なんですよ。世界中の人たちが同じものを使って同じ価値観になった方がいいよねというのがグローバリズムの思想的哲学なんですよ。なので、どこの会社が作ってるサービスかは関係ありません。みんなが YouTube 使うの当然だよね。みんなが X 使うの当然だよね。みんなが TikTok 使うのは当然だよね。その方が便利だし幸せになれますよねって言ってる人ってグローバリストなんですよ。っていうのをグローバリズム反対の人が書いてるんですよ。僕の X でグローバリズム反対って言って YouTube とか S 使ってる人って頭おかしいんじゃねえって書いてるんだけど、それの中に生活インフラなんだから YouTube や X を使うのは当たり前じゃないかって書いてる人がいて、いやいや、それは当たり前だと考える考え方自体がもうグローバリズムなんですよ。だからあなたがやってる行為はグローバリズムを推進している行為なんですよっていう今言ったところを短くショートにしてくれてどれか上げてくれたらそれ僕ツイッターに載せるので、なので誰かまとめてみてください。反グローバリズムだと思っている人が反グローバリズムだと思ってやっている行為が結果としてグローバリズムを推進していることになってるんですよ。頭が悪い人ってこれやっちゃうんですよ。日本が独自の価値観を持って日本がちゃんと日本の中で売り上げ上げて他の国の影響を受けないようにしたいよねって思ってますと。思ってるんだけどやってる行為が間違ってると間違った方向に行くんですよ。日本って日本人どんどん減ってるんですよ。毎年80万人ぐらい。日本経済っていうのは日本人が減ることによってどんどん縮小していくんですよ。なので日本経済良くしたい方がいいよねって思ってるんだったら少子化対策した方がいいんですけど、自民党と公明党という政党が日本経済良くしたい、日本良くしたいって言って政治家が一生懸命頑張って運営した結果が今の日本人が減って日本経済が縮小してる状態なんですよ。頭の悪い奴らが頑張ると間違えた方向に進むんですよ。問題は頭の悪い奴らは間違った方向に進んでるのが自分たちのせいだと思ってないんですよね。YouTube や X や TikTok 使うの当たり前だよねって言いふらしてる人たちって YouTube とか X とか TikTok をただで宣伝してる人たちなんですよ。そいつらいない方がニコニコ動画のいいよねとかミクシーでいいよねって言っててくれたら、それはユーザーがどんどんミクシーとかニコニコ動画に流れるかもしれないから、そっちの方が国家としてはいいよねなんだけど、なぜか間違ったことを一生懸命やってるっていう人がいるっていうのが日本が停滞してる理由になるかなと思うんですけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。